そうですね、高校1年だったけど2年、まあ普通に原付乗ってて、やっぱりどうしても大きいの先輩が乗ってるの見たりとかするとやっぱかっこいいもんで、でかい単車乗りたいなって言って SR400 買って、それで最初にセパハンだったんで SR もそれがあったんで、ずっと CB 乗っててもこのセパハンにしたいなみたいなので、今のこういう形になったんですけど、最初にそうですね、高校で SR 原付何台かはありますけど、それは別にいいとして、で SR からで SR を長く3年ぐらい3年4年ぐらい乗ったからですかね。でも散々いじってなんかもう戻らない状態になって手放す感じで、手放すって言ってももう家に転がってる状態なんですけど、まだあるんですけど、でそうですね、その後に CB のチョッパーを、それもイベント行って見て、やっぱかっこいい先輩いたんで、そこの影響ですね。その人は今もまだ乗ってるんですけど、でどうしても CB 乗りたいなっていうので、ハーレー系のイベントで CB チョッパーですね、乗ってたのね。で自分のもその CB チョッパー乗って、それでもいろいろいじったりはしたりはするんですけど、ある程度してですね、車検通らないとかの話が結構出てくる時期だったんですかね。あれはダメこれはダメとか言われて、で車検通んなくなったとこら辺でちょっともうちょい落ち着きたいかなみたいなので、もう一台その CB ノーマルでもフルノーマルというよりはちょっとシートいじったりとかちょこちょこハンドルいじったりとかはしたやつを買って、 CB をノーマルで乗って4年45年そこで45年乗って、どうしてもカフェレーサーをやりたくて、 SR でいじってたようなカフェレーサーっていうか、なんていうんですかね、やっぱそこでももう自分の中でできてるんですよね、形みたいなのが。暴走族系のカフェ仕様っていうのもかっこよさは確かにあるんですけど、自分はどうしてもちょっと変わってひねくれてるんですかね。こういう変ないじりをするとかも別に人の好みなんで、誰に何言われても自分がいいと思えばバイクなんていいもんなんで、そんな感じで今このバイクになって4年5年経つとこらへんですかね。ショップにそうですね、自分はこうしたいこれ入れたいこれ入れたいで、これを買ってこれを買ってっていう感じで、もう一応全部頼む感じは頼む感じですね。これを入れてこれを入れてこれをやってくれっていう感じので全部やってもらったっていう感じです。自分でとりあえずそんなにいじるってことはそこまでしないんですよね、自分ね。ですよ、やりたいこといっぱいあるんだけど、自分でやるよりはちゃんとしたショップでやってもらった方が確実だなみたいな。自分でいじっていくとなんか戻んなくなったりとかするんで前例があるからこそね、ごちゃごちゃいじんないようにはして、でもごちゃごちゃな感じにはなってきてるかもしんないですけどね。割とそのチームに入ってみんなで一緒に走るのが好きな人と、割と一人で走るのが好きな人って結構分かれると思うんですけど、ふみさんは結構どっちの？かつと一人なのかもしれないですね。でもちょこちょこと走るんですけど、一応仲間内みたいなのは今これでちょこちょこ行くんですけど、やっぱ都合がそんなに合わなくてとかがあって、
年に何回かぐらいとかですかね。そんなに数多く行くわけじゃないですね。あとただ単に自分があんまり今出れない状態ですかね。それは何でですか？子供ですよね。やっぱりどうしても嫁ばっかりにやらせるわけにはいかないじゃないけど、自分だけ楽しい思いしてツーリング行ってきたなんてのもあんまりやってるとね良くないんで。でもなんだかんだで月に2回3回2回3回かな。あれです、時間帯ですね。昼間の今日みたいな感じで昼間出てくるってことはなかなかないですね。夜寝てからとか朝一早くとかそういうのもありますけど、で短く朝パッと行ってちょっと23時間走って帰ってくるとか、夜だったら寝た後にちょっと走りに行くとか、イベントじゃないけどまあそういったのに行ってみたり、嫁と子供3人ですね。でまだ生まれたばっかなんであんまり出ださないように。今日は大丈夫だったんですか？今日はもう大丈夫です。どうにか昨日皿洗いしてずっとそうですね。一応戻すつもりはなくセパハンですかね。もうここの穴も埋めちゃったんで、もともとここについてるんですよね。それも削っちゃってもう埋めちゃったんで、もう普通のトップブリッジはつかず、こっち変えちゃえば戻るんですけど、絶対セパハンだっていう意識ですかね。多分もうずっとセパハンで乗れるとこまで、腰がとか体調面で結構腰痛める人多いんですけどね。痛いからセパハンと辛いとかもあるんですけど、自分は別に、ただやっぱ手は痛いです。今こういう峠の下り坂とかはやっぱすごいきついですね。渋滞とかそんなでもなく、高速とかの渋滞とかはまってもとか別に問題はないんですけど、街中でも別に何も。ただ峠の下りはきつかったなっていうのはなんかありますね。上りはずっと体重後ろにいってるんで、下りでブレーキする時に全部ここ乗っかるんで、それはちょっと辛いけど、好きで乗ってる分別に、好きなことだから格好よくあれですよね。乗りづらくても俺はいいかなってと。多分みんな結構いじってる人乗りやすいようなバイクじゃないようなの多いですけどね。そうですね、そこまで下げない方が絶対乗りやすいですね、ハンドル腰の痛さでどんどん上がってくるかもしれないですねあ、痛い痛いとか言い出したらここ上がって、次会った時に痛い痛いっつって今度ここになってもったいねえなって。よく CB って結構ノーマルがいいってあるじゃないですか。確かにノーマルの良さってすごいし、マフラーは絶対4本出しの方が自分もいいとは思ってるんですよね。でもこのスタイルだから結局集合になってるけど、もったいないとか言われたこともここまでなんか変わっちゃうとないかもしれない。ただマフラーだけを集合に入れてる人とかだかは言われるとかあるかもしれないですね。なんか4本出しのがいいよって確かに多分魅力あると思うんですよね、 CB の4本って。まあ自分もこういうスタイルだからやっぱセパハンの人の、まあ CB のセパハン見るとなんかちょっとおって惹かれますよね。
やってる人見るとなんか嬉しくなるんですよね。意外と今増えてきてると思うんですけどね、 CB じゃないにしてもセパハンがなんかそのイメージがあるんですけど、あんまり若い人と走んないかもしれないです。上の人の方が多いかもしれないです。そうですね、上の人が多くて、あんまりちょこちょこ行くわけではないんですけど、たまにそう高速とか使っていく感じの方が多いかもしれない。下道であんまりのんびり走る人らじゃないような、結構やっぱ飛ばしますよね、自分の遅いんですけどね。これ遅いんですよ。400に負けますもん。まあ若い人でも結構乗ってますよね。高いですけどね。確かに古いボロいなのに高いそれは困っちゃいますけど、まあでも好きなら好きで出せる金額だったり、まあ好きなことに対しての頑張りですよね。働いてその金を払っていくのは好きなものならいいんじゃないかなとは思いますけどね。頑張って働けばいい車も買えるし、そんな感じですよね。そこまでお金面だけじゃないですかね。あとはどうにでもできると思いますけどね。止まったってどうにかなりますよって感じ。俺このバイクじゃ止まったことないですかね。結構調子いいんですよね。でまあ今日来た時もそうなんで、キャブは調子悪いんですけど、まあ今週直す予定で、それ以外別にずっと何の問題もなく結構絶好調ですよね。ただ遅いちょっと遅いでもやっぱり俺も CB ずっと乗ってて痛感しましたけど、やっぱり CB って丈夫優秀ですよね。そうですね。ホンダ CB、結構強いですよね。CB であんまり壊れるっていうのもそんなには聞かないような気がしますけどね。Z が調子悪いっていうの方がよく聞くのかな。Z 乗ってる人の方が多いからかな。本当に一時はもう走ってそのまんま捨てに行っちゃうようなバイクだったとかのバイクなんですよね。当時はみんながみんな乗ってて、先輩後輩とかにあげちゃうだの、そんなレベルの時が1回あったらしいんですけど、今じゃそうは買えないようなもんにもなってるけど、球数がすごく多かったからバーッと増えてバーッと1回いらねってなったバイクなんですよね。
でも今じゃこんだけ人気ありますからねこのバイク、まあ CB で俺は良かったと思ってるんですけど。